文化の違いで、あ、これは違うんだなって気づいた瞬間は？オリーブオイルと生ハムがすごい感動しました。お茶会にお肉とお魚みたいな。本当にびっくりです。暖かいですよね。はい。そういうところもね。逆ショックですよ。Hey guys and girls on Ash Japanese, it's your flashy fashion reporter, Kathy Cat. Today we are at the Triple Fortune photo shoot event to ask the Japanese people here what has shocked them about abroad. So let's find out their culture shocks and Ask Japanese. 海外行ったことありますか？ありますね。どこですか？私が最近、言っても数年前なんですけど、スペインに行ったことがあります。はい。スペインに行った時にちょっと感じたカルチャーショックは？カルチャーショック。なんか今までそんなに美味しくないと思ってたものが、実は本当はすごく美味しかったりとか、そういうのに驚きを感じたことはありますね。どのタイミングでそれを感じましたか？私、ホテルの朝食とか、なんかやっぱり日本とメニューが違ったりして、今までそんなに美味しくないと思ってたものがすごく美味しい。スペインでは美味しかったか、逆に日本のものがもっと美味しく感じましたか？日本のもので、まあでも日本は日本で別のものが美味しいからいいかな、みたいな。例えばどういったものが急に、美味しいと思ったんですか？私、オリーブオイルと生ハムがすごい感動しました。なんでですか？今までそんなに美味しいと思えなかったのに、なんか本場で食べたらすごい美味しいみたいな。シンプルイズザベストみたいな。かもしれないです。あとはフレッシュさが違うのかもしれない。例えば何ですか？なんか日本だとそんなになんか新鮮だって思わなかったんですよね、オリーブオイルとか。ですけど、向こうで食べたらすごく美味しくって、フレッシュだなって感じたので。文化の違いで、これは違うんだなって気づいた瞬間は？でもやっぱり岐阜文化になりなくて、あとやっぱり日本の方がトイレとかお店はやっぱり綺麗なので、そこはちょっとなとは思うんですけど、行ったところが、いわゆる旅行、観光客が多いところばっかりなので、そこまでそういったトイレグッズを持ってっても使わなかったかなっていうのが多いので、そんなにはなかったかなと思います。いや、逆に私これ知りたいです。なんで日本のね、お手洗いがそんなに綺麗でいられるんだろうなってはあるんですよ。逆ショックですよ。どこ行っても、駅でも綺麗だよ。本当にびっくりです。暖かいですよね。はい。そういうところもね。最高です。トリプルフォーチュンはもうロリータファッションの中でも一番旅してるイメージがあると思う。チームが一番旅してると思うので、その海外にいてちょっとびっくりしたこととか驚いたことと最近懐かしくてもう一回見たいこととか何かあれば教えてください。いっぱいありすぎて。いっぱいあるね。なんか本当にたくさんあるんですけど、呼ばれることが多くて、一応ね、ティーパーティー、日本語でお茶会って、もうお茶会って言ってる海外の方も多いんですけど、その時に、お茶会っていうのは日本だと、ちょっと小さめのというか、可愛いケーキと、お茶紅茶が基本っていう、それをちょっと食べながらおしゃべりをする交流会がお茶会っていうイメージがあるんだけど、中国とかに行った時かな？アメリカとかもそうだよね。ご飯がすごく出る。あれはお茶会なのかという、もうディナー会とかランチ会とか、実質はそれなんだけど、一応向こうの人たちはティーパーティーって言ってて、すごくね、ご飯を勧められて、それは驚いたことですね、海外では。じゃあお腹いっぱいになるまで食べれる。できれば、ウェットとか閉めてたりして、するじゃん。ちょっとお上品にちょっと食べて、お茶飲んでいたいのに。みんなすごい食べる、みんな。海外の人というか、ね、あったね。日本人はちょっと小食かもしれない。先にコースを選んでくださいっていうお茶会もありました。なんかお肉出しますか、お魚にしますかみたいな。お茶会にお肉とお魚みたいなことがあります。ゴージャス、いろいろ出ますね、本当に。お腹いっぱいいっぱいになりますね。でも美味しいですよね。あと、だいぶ慣れましたけど、海外に旅行に行くと、日本のお風呂のみたいなのはない。湯船が。そう、ホテルに泊まると、お風呂がなくて、シャワーだけだったとか。確かに。あと、なんか結構いいホテルなのに、シャワーひねったら水が出たとか、お湯の冷たい水が出みたいな、あります。シャワー、水だみたいな、結構お湯が出ないホテルがあって。
スだったんですけど、すごいいいホテルだね。多分建物自体がすごいアンティークじゃないけど、素敵だから素敵だったそうなのから、かもしれないそのホテルに改装されたんだと思うんですけど、その分水回りがちょっと不便だった。撮影は楽しめましたけど、ホテルで。そう、なんか、外国のホテルあるあるで、なんか水が出ないなとか思って、グイってひねった瞬間に、バーンみたいなこともあったね。そう。我々日本人だから、水回りはそういうことにならないもんね。お風呂に入ってこうゆっくりしたいのに、大抵お風呂がパーティーになっちゃう。お湯だー、水だー、出ないとか。あと、逆に聞いたんですけど、なんですか、日本のお風呂だと、お風呂椅子お風呂に座って体洗うときに椅子に座ってお風呂で体洗うんだけど、椅子が不思議だっていう人がすごい多くて、でもどこのうちでもお風呂に椅子あるよね。お風呂に椅子ないんですか、ドイツとかは。ないですね。私も、なんで置いてあるんだろう、誰がなんかシャワー室で忘れちゃったのだなと思って。忘れたシャワーの前で座って、シャワーを浴びて、座って何でもやるんだよね。そう、それができないのがすごい辛い。こっちはそう思うんだけど、海外の方が、椅子がすごく、なんか不思議な、ジャパニーズだって言われましたね。はい。確かに。はい。海外行ったことありますか？はい、あります。どこですか？アメリカと韓国と東南アジアはポルトガル行きました。じゃあ結構あちこち行ってるので、自分があの時に感じたびっくりしたカルチャーショックを教えてください。私、韓国に行った時に、すごくね、好かれたんですよ。女性の方に。で、色が白い人ってすごくなんかこう好かれるじゃない。韓国の人って肌が綺麗だったり、色が白かったりすることに対してすごく、家っぽいよってすごく全然知らない通りすがりのおばちゃんたちにすごい言われたのね。で、家っぽいよって美しいわねっていうことなんだけど、その時に、なんてこの人たちって素直に、こう表現される方なんだなと思って、同じ顔をしてるじゃん。どちらかというと日本と中国と韓国って顔が似てるから、同じ文化だなって思いやすいんだけど、全然そういう意味ではこう、素直に感情表現がしやすい人たちなんだなと思って、ちょっとショックだった。いいインパクトだった。なんかいっぱいおばあちゃんが言ってくれたんです。おばさん。そう、言ってくれた。どの気持ちでしいや、た？嬉しかった。なんか最初私に言ってると思ってなかったから、なんか普通にこう、わーってしてたら、もうすごい、トントンされて、もう家っぽいよって言ってくださって、何って思ったら、綺麗だねって言ってるよって日本語で教えてくださったので、すごい嬉しかった。すっごくいいカルチャーショックじゃないですか。いいカルチャーショックでした。だからすごくこう、自分の気持ちを素直にお伝えすることが得意な方々なんだなって思ったの。生涯で一番初めての旅行がニューヨークだったの。ティファニーで朝食をっていう映画があるんだけど。Breakfast at Tiffany。そう。で、あれをしたくて、ティファニーの本店、マンハッタンの中のティファニーに行って、ここでって思ったんだけど、その時に、デリーで注文の仕方がわからなくて、で、どうしようって思ってたら、Are you French? って言われて、違う。スパニッシュって言われて、違う。日本人ですって言ったら、Oh my God! みたいな。お前こっち来いって言われて、カウンターの端っこに来て、で何しに来たのみたいな。なんでその感じで日本なんだよくわからないぜみたいなこと言われて。で、ティファニーで朝食をしたいから、あれはさ、キュウリのサンドイッチなんだけど、私はすごいでっかい、めちゃめちゃでっかいなんか、ハンバーガーみたいなのも出されて、でもそれを持って、さすがにティファニーの前ではご飯食べられなかった。大きすぎて。全部は食べきれない。そう、全部は食べきれなかったし、出しにくかった。袋からも出しにくいじゃん、こんなでっかいからさ。これは食べられないと思って、タイムスクエアのところで食べました。でも買ったのはティファニーズで。ティファニーの近くのデリで買った。そこ、なんでカウンターの後ろに呼ばれたんですか？なんか私が日本語しか話せなかったから、どうやっても、こう、他のお客さんの邪魔になっちゃうから、こっち来いって言われて。で、もう、英語、頑張れる
だけの英語と、向こうは英語しか喋ってくれないから、だからもうすごい困ったのと、あともう一個あれも、Statue of Liberty? そう。自由の女神。そう、自由の女神。あれ上がれるでしょ、展望台になって。そこに上がるときに、後ろの方が私に対してすっごいよく喋ってくれるんだけど、私は自分に喋られてるって分からなかったから、ずっと無視してたら怒られたの。すっごいキレられて、なんであなたは無視するんだみたいな。言われて、私に喋ってたのってなったから、途中の日本人の子が、彼女は日本人でこんななりしてるけど、英語は一つも喋れないからごめんねって彼女は謝ってた。そうなんです。やっぱり本当に髪の毛が明るいから、海外の人とよく。そう。顔はどちらかというと本当に日本人の顔をしてるんだけど、髪の毛とあと目の色がちょっと若干ブルーグレーなので、それでやっぱりそう言われます。One culture shock I'm having here is that everyone is welcome to join this wonderful photo shooting event. It doesn't matter where you're from, it doesn't matter what you're wearing. Everyone is welcome to join the event and have some fun. Maybe make some friends, maybe find some items you like to actually dress up with and have a good time. That kind of uniqueness and creativity of Japan is wonderful. So, thank you so much for tuning in, and I'll catch you soon for another video on Ash Japanese. And click the link down below if you're curious of joining.